レージチャンネルです。さて今回はランタブのオルタネーター交換編です。以前の動画でもご紹介しましたが、最近電圧が低下気味、そろそろオルタネーターも限界です。というわけで今回自分で交換してみたら超大変だったという動画です。よかったら最後まで見てやってくださいね。かけた状態で14ボルトぐらい発電してくれないとバッテリーが干上がったらおしまいなわけです。ここでエーモン工業のバッテリーチェッカー、デジタル数値でリアルタイム表示、走りながらいつでもチェック。シガーソケットに挿すと 11.9 ボルトで完全にアウトです。いつかこんな日が来るだろうと思い、中古のオルタネーターをストックしていました。実用品として購入したものの、どの程度使われたのか、正常に機能するのか、つけてみないとわからないという代物です。以前修理屋さんに見てもらったら、パワーステポンプを外す必要があるらしく、少々面倒な作業になるという話でした。面倒な作業をして交換してもらっても全く使い物にならないオルタネーターだったら、外してつけて外してつけてのダブルコーチングに修理屋さんに面倒をかけたら申し訳ないし、経験はないけど初めて自分でやってみることにしました。どんな車でもオルタネーターを引き出すのは大変な作業、足回りをばらさないといけない車もあるわけで、こんな青空駐車では絶対に無理。さらに散々頑張った挙句ギブアップした場合、自走できなくなるとレッカーになってしまうので、必要最低限のバラシで、しかも絶対に復旧させなければならないというプロよりも過酷な条件下に置かれているではないですか。工具は入りそうなので外すことは問題なさそうだけど、どうやって引き出すかが問題。下から出すか上から出すか、果たしてうまくいくのか。自作のスロープを引いて車体の下に潜る準備。そして今回こちらのアイテムも同時につけてみました。バッテリーカットスイッチ。安電流や長期保管による自然放電をカットしてバッテリー上がりを防止。エンジンの下側についていることだし、まずは下からアプローチしてみましょう。オイルフィルターを外したら、もしかしてこの隙間から出るかも。オイルを抜いてオイルフィルターを外してみました。隙間から回転させながら出そうとしましたが、どうしてもオイルフィルターベースに引っかかり断念。上から引き出す作戦に変更。エアクリーナーボックスを外して各パイピングを外しました。全然出てきてくれず途方に暮れる。この時点で4時間経過。この後オルタネーターの引き出しに成功しました。いよいよ取り付けです。プロならちゃんと邪魔な部品を外してスマートにやるだろう。
は素人 DIY、 技術のなさを努力と根性でカバーします。できればこの場所で冷却水を抜きたくないので、冷却水パイプをつけたまま牽引ロープで引き寄せます。パワーステポンプも外そうと試みましたが、工具が入らず断念。リザーブタンクを空にしてホースだけ外せばなんとかいけそう。ここは最小限のバラシで、あとは強引にオルタネーターを隙間からねじ込みます。回転させて知恵の輪のように入るポイントを探ります。それでもなかなか入りません。悪戦苦闘中。この辺からブツブツ独り言を言い始めています。格闘すること2時間。ついにその時がやってきました。は外したはずなのになぜショート？やっと入った嬉しさ半分、謎の火花に不安半分。慌ててプラス端子も外すことにしました。皆さんはお着せずにバッテリーは両方の端子を外しましょう。気を取り直してとりあえずオルタネーターを取り付けて、エアコンコンプレッサーとは違い回転抵抗は少ないので、たわみ幅上下3センチぐらいで軽く貼っておけば大丈夫です。パワーステポンプのリザーブタンクにフルードを戻します。エンジンをかけて電圧を確認します。14ボルト出ているので最高でしょう。2日間にわたり前傾姿勢で約6時間。腰は痛くなるし火花は飛ぶし大変な作業でした。未だに火花のはっきりとした原因は謎ですが、おそらくバッテリーカットのスイッチの不慣れで確実にカットできていないまま、バッテリープラスと常時直結している B 端子配線のことを忘れてました。ぶら下げていた B 端子の配線がオルタネーターの落ちた衝撃でエンジンブロックに接触したと思われます。とりあえず他に不具合は出ていないので、ひとまず良かったということで横着してはいけませんね。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。